都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。いやワクワクとロマンティックが止まんねえ。ついにこの日がやってきましたね。そうなんです。待望のギルティギアストライブが本日発売となりました。はい。以前特集を何度もしたので人事だとは思えません。となると、ギルティの上手い人がたまたまお店に来てくれたら嬉しいんだけど、さすがにそれはないか。お、いらっしゃい。ギルティを愛するお二人がまさかのご来店。よろしくお願いします。お願いします。今夜は本日発売のギルティギアシリーズ最新作ギルティギアストライブを大特集。1人目のお客様はポチョムキン使いとして知られる FAB 選手。ギルティ歴20年以上、圧倒的な防御テクニックと精密なコンボを武器に数々の勝利を積み重ねてきたトッププレイヤーです。もう一人のお客様はソル使いとして知られるロイ選手。ソルを使い続けて10年以上、強気なプレイスタイルと絶妙なリスク管理で見る者を魅了する強豪プレイヤーです。 FAB 選手、ロイ選手、ともにですね、番組初登場ということなんですけど、ゲーム遍歴というか、そしてギルティギアとの出会いについてお話伺いたいと思います。自分のゲーム遍歴でいうと、小学生ぐらいでスーパーでゲームコーナーがある時代なんですけど、わかりますわかりますそこでストリートファイターの筐体があったんですよ。で見てるだけなんですよ、子供なんで。これすごいなって見てたんですけど、我が家にスーパーファミコンが来まして、でそこでストリートファイターをやるっていうのが一番最初の格闘ゲームの話ですね。でも格闘ゲームのスタートはストリートファイターなんですね。そうなんです、ストリートファイターなんですよ。でそこからゲームセンターでとりあえず友達と遊ぶっていう風になってて、しばらくすると、ギルティギアが高校生ぐらいですかね、出まして、でそのあたりになると対人戦をものすごく意識するようになってきたんですよ。で相手がこうしたからこうしようみたいな感じの自分で研究するみたいな、で大会に出るようになって結果が出るようになってしまって、これ面白いぞっていうのでずっとやり続けた結果、もう21年ぐらいギルティやってます。もうそんなになるんですね。いつかちゃんストリートファイターやってたんだって。キャラクターは何を使われてたんですか？いやもうストリートファイターでもザンギエフ使ってましたね。これでダルシムとか言ってたらね、敵になるところだったんですけど。そうですね。最初のスーパーのゲームコーナー見てた話になってくるんですけど、デモ画面でザンギエフが動いてるところがあったんですよ。でそいつが相手をスクリューパイルドライバーで吸うみたいなところがすごく何度も出てきて、この技かっこいいみたいな感じで。すごいな。ロイさんは一番最初のゲームって何でしたか？スーパーマリオブラザーズ3ですね。マリオ。でもしかもかなり具体的に。なので最初は格闘ゲームじゃなかったですね。プレイステーションで鉄拳触ってですね、パックゲーをそこでどっぷりハマりましたね。はい。で、同タイミングでギルティギアもこれはゲームセンターですかね、触り始めて、で最初は鉄拳とギルティギアの二足のわらじで遊んでました。でそこから大学生になった時に、その時鉄拳4だったんですけど、でゲームセンターから撤去されちゃって、で残ったのギルティギアでギルティギアをずっとやり続けたらいつの間にかここまで来たって形ですね。いろいろあったろうに。気になるのがお二人の出会いなんですけれども、初めて出会った時のこととかって覚えてますか？格闘ゲームはあるあるだと思うんですけど、いつの間にか合ってるんですよね。わかります。一応名前は知ってて、お互いに同じゲームセンターにいるみたいなから始まってて、なんか大会で組んでみて話すようになって、で楽しくて一緒に飲むようになったりとか、そうすると仲良くなってっていう話になっていくんですけど、ライバル関係だけど友達みたいな感じの流れになってるんですけども、彼はちょっと敵対組織に属しててですね。どういうことだろう？敵対組織？ファン組織ですよ。FAB さんプレイしてるところかっこいいんで、一番かっこいいのはやっぱ強いプレイヤーを倒してるところが最高にかっこいいじゃないですか。やっぱりじゃあ強いプレイヤー、になったし、僕らを倒したらよりかっこいいんじゃないかみたいなところから、僕たちは
プラスの思いで要はいつかさんなんかね FAB さんってあまりにもカリスマ性があるからね、撲滅委員会って言って倒そうっていうプレイヤーたちの集まりができちゃったんだよ。そういうなんか委員会みたいなのができたのはどう思われてるんですか？伝わってるよね俺たちの愛ねそのライバル組織で自分をこう立ち位置を見せてくれるみたいな、いい組織ではあるんですけども、たまに鬱陶しいなって思いますね。普通にゲームさせろよって感じですよね。でもお二人はあれなんですね、一応認識は自体はされてたけど実際にコミュニケーション取るようになるまでには時間かかったという感じ。私はそういう認識なんですけど、もしかしたらロイさん違うかも。最初僕その関東に来て、でもうキラッキラしてたんですよ FAB さん。あの有名な FAB だ。なるほどね。もうねゲーマーとして有名な人だからね。でまあ胸を借りるつもりで対戦したのを覚えてますね。はい。今は亡きベガスってゲームセンターでした。ベガス。忘れてるんですよね。その時俺勝ったんだけどね、忘れてるんでしょうね。すごいな。負けたことは忘れるんで。本日のねゲームはギルティギアストライブ、はいもうついに発売ということで、まずは印象を伺っていきたいんですけれどもいかがでしょうか？完全新作という印象がものすごく強いですね。前の新作のイグザードの時はギルティギアのシリーズの延長みたいな感じで、受けてたんですけども、今回のストライブは開発の人も言った通り一回壊してで再構築してるっていう印象がすごくて、ギルティギアなんだけども新しいゲーム。続ギルティギアではなく新ギルティギア。そうですね、そうです。はあ、なるほど。攻撃的なところはやっぱり今シリーズも変わらず魅力的な部分かなと思ってますね。プラスアルファさらにグラフィックとか、あと BGM とか見た目からもすごくレベルアップしているような印象を受けてます。そしてギルティギアシリーズを長くプレイされているお二人から見た新作の魅力を教えていただけますか？これ気になるな。今まで自由度が高かった部分を、少し簡単にしたっていうところがあって、なんか間口を広く取ってるように思えたっていうのが一つありますね。でそれだけじゃなくて難しいところ、その上手くなる部分っていうのもちゃんと残してあって、ギルティらしい面白い高速戦闘とか、なんか難しい展開とか、この辺りを残しつつも分かりやすい部分を残す二面性が面白いと自分は思っていましたね。やっぱ発売当日から深いな。簡略化されてる部分がよりとっつきやすくなってて、で前のシリーズまでは、僕の使ってるキャラもそうなんですけど、最初から結構難しい部分が、目につき入ってたんですけど、ボタンを押して単純に強い技も増えましたので、ソルがそういうキャラっていうのもあるんですけど、そういったところで新しく触りやすくはなってるのかなっていう印象ですね。FAB 選手はポチョムキン、そしてロイ選手はソルを長年使用されてきているんですけれども、それぞれの使用キャラクターについて、今作ですねストライブでの印象をいかがでしょうか？ポチョムキン今までは、ポチョムキンバスという投げ技があったんですけど、それがやりやすくて、でそれをプレッシャーにして打撃を当てるっていうのが結構効率良かったんですよ。でそれがストライブになって変わって、で投げ技の火力は高くなったし打撃の火力もあるけども両方やりづらくなったっていうのがありまして、その両方を出しつつも立ち回りはうまくやってねっていう風になってるんで、かなりやり込みがいあるキャラクターになってるんじゃないかな。毎回そうじゃない。毎回やり込みがいいや毎回やり込みがいあるんですけど、ちょっとずつ違うんですよ。ちょっとずつ。FAB さんがコンボ練習を黙々とやってる様子がね、ゲームセンターでさ、トレーニングモードできるんだけど、まるで儀式のように黙々とやってるからって言って、そこでできたコンボが儀式コンボとか言われてたりするんだよね。そう。どれぐらい練習しました？時間にしたら。時間で換算すると、多分1年とか余裕で時間で換算で、僕ねやっぱソル好きだから、ソル使いの意見っていうのはねかなり取り入れたいんですよね。ロイさんどうですか、今回のソルは。前までのシリーズってソルってそもそもパワーあるイメージあると思うんですけど、上に行けば行くほど触り方が難しいキャラクターだったんですね。それが今回のところでより多分窓口を広げたかったのかっていう思いからか、触りやすくなってまして、最初はまずこれっていうのがとにかく分かりやすいキャラクターになりました。そして今回のストライブね、名残雪ジオバーナなどの新キャラクターも含めて、たくさんのキャラクターいるわけなんですけど、改めてお二人ね、自分のキャラクター以外とかでも、注目してるキャラクターっていらっしゃいますか？注目してるのはラムレザルですかね。オープンベータの時点でやることとかが、多くて分かりやすいみたいな強さを持ってて、どうやって対策しようかなみたいなところまで
すごく意識を持っていかれてるぐらいの注目度ですね。でしかもその今回のストライブの割と核になる壁を割るっていうコンボがあるんですけど、それもやりやすい。この辺りがうまくその使いやすいキャラになってるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。噛み合ってるんだ。僕はベータの時から感じたんですけど、ジオバーナっていうキャラクター、新キャラだ。はい、ギルティギアってなんかスピードがあるだけでそれこそ武器っていうのが個人的に感じてまして、まずそれ持ち合わせてるのと、近場での攻撃の有利不利が結構有利な部分もありそうだなみたいなところで、ゴリゴリ押せていけそうなキャラクターで注目してます。さあ、ね、ちょっといろいろ話聞いて盛り上がりすぎたんですけど、よく考えたらね、これ発売当日っていうかなりレアな、めったにないシチュエーションですからね。この現時点でお二人どっちが強いかちょっと見せてもらいたいんですけど、お二人戦ってもらってもいいですか？まあもちろん。もうこのために来た。よろしくお願いします。日本選手制で対戦していただきます。 FAB 選手 VS ロイ選手。じゃあ意気込みをね、聞いていきましょうか。まずは FAB 選手。今回がこのちゃんとしたこのオープンベータを使った対戦の初になるんですけども、まあいなし切ってみせますよと。いなし切って見せますよ。いいっすね。いいっすね。いいですね、ありがとうございます。僕は一言だけ、地上波で撲滅。地上波で特別ありがとうございます。はい、特にね、投げ技を持ってます。ミッキーラボに投げるっていう投げ技もありますし、近づいた後の攻めは非常に強力。まずはこの円 S 非常に強力なパンチ、そしてファフニールで一気に画面足へと追い連れていったのはロイのソル。なめはせがね、壁コンボがありますから。ガードからスライドヘッドじっくり、おーっとドキドキする2択ガード逃げていきましたが、タックルに演出を返していくのはロイ。早い展開、ここはバーストを使ってなんとかコンボをしのいだ。このバーストはカイレクの下には青いゲーですね、これまたの時に使える。一度相手のコンボから逃れることができる。ここは打撃からとんでもないリバーサルガードして、ダストもちゃんとジャンプで逃げる。しかしロイの攻めが展開される。ファフニール、これは大きいぞ。しかしモルテックスは空振り。壁際の画面足の攻めどうする。 FAB ガードじっくり 8P、 あともう少しというところまで来たが、空中からいったが、空中がいったらロアキャンがあるぞ。ここはフェイントをかける。ロイにはバーストもある。上からここでロマキャンして着地の攻め投げる。バックジャンプいなし切った。まずは FAB のポチョンキン、分かってんだよっていうジャンプでしたね。ロイはね、投げ技のおっと開幕ヒートナックルエクステンド画面端行きます。対空投げです。そしてスライドヘッドから一気にロイの体力が解けていくぞ。どうする。ジャンプをしかしここはロイがしかし必要で返していきます。上から投げている。そしてローキャン、ここはバーストを使わざるを得ない。使ってなければ負けていました。メガフィストはガードしてタッチ系、しかしこれは繋がっていないところで 8P を返していきます。 FAB 体力差かなりついている。ロイはどうする。この画面足を生かしたいところだが、じっくりとガードを固めていきます。 FAB タッチ、そしてタッチハイスラーリーチが長い。長いね。まず1試合目取っていったのは FAB、すぐさま再戦。2試合目ロイとしてはこれね、ガードできるんですね。ヒートナックル空中ガードはできるんですが、その相手のその地上が空中ガードすると、ガードバランスですね、これがかなり溜まって、その後に攻撃を受けた時に、痛くなると。ガードゲージ、ガードバランスっていうのは、ギルティ特有のというかありますよね。ラッシュを仕掛けていくのはロイです。体力はかなり減っていますが、金安射がはいめちゃくちゃ減っている。ここはコンボがドルカでリバサー敵はどうしたか。おっと紫からつないでいる。ガールダインパクトからポチョムキンバスターかなり減ったぞ。ロイどうする。円月を振って牽制を、しかしポチョムキンのがリーチは長い。テイク出しからロマキャンを使ってコンボを伸ばしていきます。ボルテックスからやっとこれはつながりきれなかった。どうだ。大ガンター回を使っていきます。壁と一緒に迫ってくるぞ。こんな風なことできんの。デンジャー危ない。下がってるとデンジャーどこで触っていくか。ガンデッドブリンガーから一旦距離を取る。金エソ連打、そしてここでブリンガーから画面足高めを継続していきたいところ。いや一旦距離を取る。時間が20秒切りました。ここで紫オーマキャンから攻めに転じる。
バックチャップ FAB どうする割り込めないバーストガード下段が刺さって1ラウンド取っていった。はいロイが取りましたねここで。しかも FAB のバーストがなくなってしまいました。これ1回使うと、一定時間ダメージを受けないと使えない。試合の後半に使ったのね。ちょっと次の試合まで。そして画面下のラッシュこれ変じゃない？固めて 8K で壁パリーン壁を割る。これによってポジティブボーナスがつきます。おっとベースボールからランダー。そしてこれは出たプレッシャーを完全に撲滅的だ。ボクサーだ。しかしいやーそれは許さない。オートムギンマスターめちゃくちゃやった。ロイはテンションゲージかなりありますからね。うまく使っていきたい。これはバンデッドリボルバーつなぎきった決めました。ロイ取り返しました。これで 1-1。勝ちてえな。壁パリンするとその後の行動にすごいバフがかかるんですよね。そうですね。壁を割るとダメージだけではなく、画面の下にあるテンションゲージですね。ロマンキャンセルだったりこれを使うために必要なゲージが溜まりやすくなるという仕組みになっています。画面中央の駆け引きリーチはやはりポチョムキンだが、上から空中ダッシュをうまく使ってロイが攻め込んでいく。メガフィストタッチハイと牽制を繰り広げていきますヘビー。ここはバースト早めに使っていった上から、そして紫してしっかりコンボをつないでいく。いいですね。メガフィストのヒット確認から紫ロマキャンを使ったテクニック。しかしロイも返していきます。エンゲスハイ、そして赤ロマキャン。これいく固めてファフニールで割っていきます。ポジティブ。これでステージが変更されてテンションゲージが溜まりまくっている。しかし立ち合いカウンター、これは大きい。逆転できるか FAV。 紫ロマン、こっちは紫タッチ系からつないだ。いやつなぎきれない。残っているぞ。インゲス駆け引きバックジャンプ。テンションゲージに余裕があるのはロイの方だが、ピストル潰した。空中のぶつかり合い。 FAB がリーチ。メガフィストがねやっぱ地上技に対しても相性いいですね。そうですね、うまく使っています。ファフニールが当たるとモルテックスタッチ系、ここはたまらずバーストを返していった。させない。コンボを1回切ることができるこのバースト。タッチパンで低空を止められるんですね。うまく使っていますね。上からなんとグリーンがからリボルバーつないでロマキャン。はい、ガンフレ貼り付けてファフニール。非常にシンプルなんですけどかなりダメージが出ています。ここは紫ロマキャンでガルダインパクト有利を取って攻め込んでいくのは FAB。 速さかなりついていますがポチョムキンの火力であればうまく決まればということでありましょう。モリモリ溜まってきてる。プレッシャー紫メガフィストに違いがいってるところしっかり反撃。ロイも取り返してフルラウンドフルセットもつれました。バーストという点ではロイはもうバースト使える状態ですが、おっとここでこれ減りますよ。ポチョムキンバスター半分。タッチハイプレッシャーをかけてきたロイ、十分この体力差を返す。いや割り込んでポチョムキンバスターめちゃくちゃの HTD。 そしてロマキャンからコンボにはならず、もうボルカからバストはしっかりとジャンプでガードしている。ロイにはバーストが残っています。射撃を通して画面を走投げている。投げる。どうなる。ジャンプ逃げているがいやむしろムッキャンも投げた。残っているぞ。ボトムゲームマスター連下の音、そこで炸裂。3回決めた。エキシビションマッチ勝者 FAB。 かなり激闘だったんですけどもなんとかかんとか対策を出しつつロイさんの今回のストライブの癖を見つつでいなし切ったかなと思いますね。いやー悔しいですね。勝負どころのポチョムキンバスターを分かってるのに食らっちまったのがそうお約束なんですけどね、ついガンを出しちゃいましたね。覚えてろよっていうところで、はい、そこが敗因かなと思います。これは各ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント、各ゲーマーユニットプロジェクト仮ユニットのデビュー楽曲となる音源が完成。そして仮ではあるが歌詞も出来上がった。夏のデビューに向けて全てが急ピッチに進んでいく。せーの、歩いてきます。そんな中ダンス特訓も新たな段階に突入。ワン、右
ワン、左こっち回りで全員が回ったら一列になれる。ワン。音源が完成したことで振り写しがスタート。振り付けを確認しながら並行してフォーメーションやタイミングの調整を行っていく。出る時もスーって一歩で遠くに行かなくてよくて、スーって一歩でいいです。ランナーさん後ろに歩いていくと同時にモケさんが前に歩く。毎週でも地道に少しずつ成長してきているとは思うので、そのリズム感というか、その音に対して体を動かすっていうことに慣れてきたのかなと思います。でも最終的には歌いながら踊って、あと4人がバッチリ揃えるところまでやっぱりいかないと見せられないと思うので。3ヶ月近くこれまで練習を頑張ってきたメンバーたち。しかし目まぐるしく変わるフォーメーションの中、振りを揃えながら歌うことの難しさを実感する。せーの。この日の練習の最後、覚えた振り付けを歌いながら通して踊ってみる。1分足らずのパートでも息を切らすメンバーたち。いやめちゃくちゃハードでした。ちょっと体力が課題だなっていうふうに思いましたまさか歌うとは、まさかこの振りの中に忘れてましたね。歌が入るとはっていう感じで、ちょっと走りながら歌ってる感じ。いやマジで終わった後の全員の息の上がり方尋常じゃなかったですねいや振り付けやっぱすごいこう音に合っててめちゃめちゃ面白いんで、やっぱこうやってる方も楽しいですね。ただやっぱきついはきついので、そこをこうどう練習でカバーしていくかっていうところだと思いますね。各ゲーマーたちの本気の挑戦、各ゲーマーユニットプロジェクト仮。彼らの挑戦は続く。はい、本日も閉店のお時間となりました。発売にもってこいの本当に面白い戦いでした。やっぱね、当時から見てるプレイヤーの人をお呼びできる、お話できるっていうのはやっぱハミジュンの俺得の回でしたね、今回は。ストライブオフライン難しいかもしれないですけど、まあインターネット対戦はねみんなずっとできると思うんで、一緒に楽しみましょう。まあストライブの楽しさが伝わってくれたらよかったなと思います。ただ最後試合ちょっと負けちゃったんで、そこだけちょっと15分前に戻りたいなと思いつつ、プレイヤーもですね、このゲームいっぱい面白い人たちとか個性豊かな人たちもいるんで、そういう人たちと対戦しつつみんなで盛り上げられたらなと思います。ということで、今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様は FAB 選手そしてロイ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はストリートファイター5チャンピオンエディション特集。竹内ジョン選手と立川選手がご来店。お楽しみに。